皆さんこんにちは。内科皮膚科医の友利新です。今日はねサムネに書いたんですけれども、美容整形暴露みたいな書いてますけれども、前回ね私10万人突破の時にライブさせてもらったじゃないですか。でそこにね先生はね何やってるんですかっていうコメントいただいたんで、いろいろやってますっていうふうに答えたら、何やってるのか詳しく教えてくださいということ来たので、それについてちょっと動画で詳しくお話ししようかなと思っています。基本的に私、保険診療もしてますけれども、美容診療、美容医療ですねにも勤務していますので、美容整形だったり、美容皮膚科的な施術だったりっていうのはむしろ推奨というかいいんじゃないかなと思っている派です。でスキンケアでできるレベルと、やっぱり美容医療に頼らないとできないことってきちんと明確にあるんですね。例えばじゃあシミに関しても、シミがピックで1個あったらそれはスキンケアではなくって、やっぱりレーザーだとか光治療をした方がいいし、あと肝斑とかもそうですよね。なので例えばたるみとかなので、私は化粧品では予防、そして毎日の肌の健康を保つ、でやっぱりこれ治療したいよっていうのは医療に頼ってるっていうことになります。で基本的に私が一番最初にやった美容医療っていうのは全身脱毛になります、ね、これ多分医者になってすぐだから24歳ぐらいかな。そう24歳ぐらいの時に全身の脱毛をして、で顔ももう手足もそうですよね。で VIO も全部できるところは全部脱毛をしています。なのでお顔の脱毛に関しては顔のくすみの改善にもなりますし、あと毛穴も目立たなくなるので、これもすごくおすすめです。もう脱毛っていうのは一回きちんとやるとですね、ほとんどもう生えてこないんですよ。たまにびっくりする、あれこんなところにっていう時ありますけれども、基本的にはもう今私カミソリとかも使わないし、脱毛をじゃあ定期的にしてるかというとしてないので、もう脱毛卒業したかなっていうふうに感じています。でもう一つ、そうだ、脱毛よりも前にやってたことがあった。それがねケミカルピーリングですね。そう、私実はすっごいニキビ肌だったんですよ。で高校とか中学校の頃の同級生に聞くとみんなって思うと思うんです。もう本当にね思春期の男子ぐらいもう本当産んだニキビがすごいいっぱいあって、寝るじゃないですか。そしたら朝ね血が枕についてる、産んでたからっていうぐらいすっごいニキビ肌だったんですよ。で実はケミカルピーリングが日本に上陸してきた時っていうか、治療がね入ってきた時に皮膚科、私も医学生だったので、そんなこう歩いてたらいい材料になると思ったぐらいに日々あったんでしょうね。皮膚科の先生にちょっとニキビ治療の、実験大体は治験っていうんですけどねをやってみないかって言われて初めてやったのがケミカルピーリングです。でそこからやっぱりそうですね7、8歳ぐらいまでは定期的に、ひどい時は2週間に1遍ぐらいで、少し落ち着いてきたなと思っても1ヶ月から1ヶ月半に1回ぐらいはケミカルピーリングをして、でもちろん医療の場所ですよ、病院でね。でそれでニキビができないようになったし、たまに今もできますけど、でも基本的にはニキビ跡だったりとかそういったことも残らずにニキビを治療することができました。そうだから脱毛でピーリングも今もたまにはしますけども、もうそれはもう今あんまり定期的にやってるっていう感じはしないですかね。であと私がやってることはやっぱりシミ取りは、例えば本当にあんまり大きいシミがボンとできることはないんですけれども、たまにあるとレーザーでそう焼くことはあるし、であとはもう全体的にトーンをアップさせたいとか、あと細かいシミに関しては光治療ですね。フォトフェイシャルとか、あとは BBL って呼ばれるもの、あとフォトシルクっていうような光治療で全体的なくすみを飛ばすっていうのは今でも定期的に1、2ヶ月に1回は必ず当てるようにしています。でもう一つ、たるみ。そうやっぱり一番ねたるみっていうのは皆さんいつ頃からやった方がいいかっていうと、たるみを気にしてから始めたらダメなんですよ。もうたるみを気にして始めちゃったら結構ちょっと遅いというか、機械でやるのはね。なので私は30代になってからたるみ治療はもう始めたかな。たるみ治療にはサーマクールとか、あとハイフと呼ばれるねウルトラセルとかウルセラとかっていう機械あるんですけれども、何で分けてるかっていうと、サーマクールってどちらかというとアンパンマンみたいな顔がちょっとなんていうのかな、脂肪が多い人は結構サーマクールがおすすめで、どっちかというとちょっと顔が
脂肪があんまり大きくない、ちょっとげっそりしてるんだけどこの辺垂れてるっていうような人はそのウルトラセルとかウルセラとかそういう配布系が効くんですね。なので私よく言うんですけど、すごい顔が丸くてパンパンだったので、私が一番最初に受けたたるみ治療っていうのはサーマクールになっていて、でそれはもう30代32、3ぐらいかなから本当に半年に一遍ぐらい当てていて、でやっぱりサーマクール当ててると毛穴もちょっとちっちゃくなるし、もちろんたるみも予防できるんですけど、こうちょっとアンパンマンみたいなこのパツッとしたものが少しずつ収まってくるんですよ。そうすると今度はこの辺が気になってくるので、今ではハイフウルトラセルとかウルセラとかも一緒にダブルで合わせているので、でもこれはねだいたい半年に一遍です。なので妊娠中とかはもちろんしてないですけども、半年に一遍はこのリフト系サーマクールなのかハイフなのかっていうのを必ず受けています。であとよく聞かれるのが、ヒアルロン酸をやってますかって言われるんですが、よく言われるのがほっぺたにヒアルロン酸とか唇にヒアルロン酸入れてますかって言われるんですけど、私ねヒアルロン酸ねほっぺにも唇にも入れたこと実はないんですね。そうなんですよ。で別にヒアルロン酸を否定してるわけじゃなくて、入れたことある場所が私ねこのこめかみのところが結構ねわかるかな、ちょっとえぐれてたりするんですよ。でおでこが直線なんですね。だからおでこをちょっと丸くしたりとか、ここのそげてるところにちょっとヒアルロン酸を入れると顔が立体的になるっていうことで、今はもう多分吸収されてなくなっちゃったと思うんですけど、ここにほんのちょっとだけ入れたり、あとおでこを丸くするためにほんのちょっとだけ入れたことはありますが、もう多分もう吸収されちゃってるかなっていう感じで、なのであんまり私自身さっき言ったみたいにアンパンマン顔を気にしてたから、結構ねこのほっぺたとかに入れるのはあんまりおすすめはしていないですし、私昔からたらこ唇だってすごい小さい頃にいじめられたから、あんまりね唇をポテッとさせるのもあんまり好きじゃないので、入れるとしたらやっぱりほうれい線が気になる人だったらほうれい線とかはいいとは思うんですが、あんまりこのほっぺたとかはおすすめはしてないです。で私がやったことがあるのはこめかみと、おでこですかね。であとなので今はもうヒアルロン酸は入れてないんですけれども、あと定期的にやっているのがボトックスです。でボトックスはどこに打ってるかっていうと、まず脇。そうなんですよ。脇って汗かくので、脇にボトックスを打つと汗が止まるんですね。なのでやっぱ夏場とか汗かきたくないじゃないですか。なので定期的に脇のボトックスを注射しています。でただ子供妊娠中、あと妊活している時にはボトックス打っちゃいけないので、あと授乳中もなので今ちょっとお休みしているので、もうそろそろちょっとボトックス再開したいなと思っています。であと脇だけじゃなくて、今もう多分切れてるんですけども、おでこですね。そうここのこうやってやった時にシワができるのが嫌で、妊娠前出産前っていうのはここに定期的に打ったりとか、あと笑った時にここにできるシワが嫌だなと思う時はここに打ってた時もありますが、妊娠出産が出た授乳期間もあったので、もう今ほとんど多分もう打って最後に打ったのはもう1年以上前なので、もう全く切れてる状態ですけど、そろそろここに打ちたいなと思っている感じです。あと今はもう、結構前になるんですけれども、やっぱニキビ跡とか毛穴が気になっていた時にはフラクセルというレーザーを当ててた時期もあります。これね結構ダウンタイム真っ赤になる時が多いので、なかなかねその時期を選ぶんですけれども、フラクセル何回ぐらいやったかな、多分 4,5 回はやったと思います。多分30代前半ぐらいかな。もう本当に毛穴とかも私本当にニキビがひどかったので、ニキビ跡を消したいな、特にこの辺のニキビ跡消したいなと思ってフラクセルを多分 5,6 回は当てましたね。でおかげで毛穴だったり、あとニキビ跡は良くなったので、今はフラクセルは打ってないですし、毛穴系の施術は今はもうほとんどしていないです。まとめると、ちょっと今からやりたいなっていうのと Now でやってるものとあるんですが、ボトックスはねそろそろ本当にやりたいです。脇とあとこの辺、そうだ、ボトックスはね以前ね後筋にも打ってました。この噛む筋肉、このエラにねボトックスを打つと、ボトックスで顔がちっちゃくなるんですよ。なので後筋にも昔入れていて、この辺をすっきりさせたいというので入れてたんですけども、全然、
切れてるので、そろそろボトックス脇、あと口筋だからエラですね、エラ、あとはこの額にボトックスをキンキンでいきたいなと思っています。でその後も定期的に今やってるのは、光治療ですね。私はやっぱりこうくすみを飛ばしたいので光治療で、あとは1年に1回まとめて細かいシミをレーザーでシミを取ると必ずかさぶたになるので、そうするとねやっぱりちょっと撮影とかがあったらちょっと難しいので、1年に1回お休みの時にまとめて当てているレーザーで、あとはたるみ予防のためにサーマクールかハイフウルトラセルかウルセラどっちかを必ず今はやるようにしています。なのでこれが今私がやっている全てになります。はい、そんなにやってるのって言うかもしれないんですけど、基本ねやってるんですよ皆さん。であんまりそれを言う人がいないだけで、結構、私みたいに全部やってる人はいないかもしれないですけど、何かしらをやってる人は多くて、いや私何もしてないんです、でもこんなに綺麗でっていう人は私はなんかちょっと違うかなと思って、私は努力、もちろんスキンケアもですけれども、スキンケアあってですよ。そうこれをちゃんと言わなきゃと思うんですけど、1ヶ月に1回クリニックに来るのはもうスペシャルじゃないですか。だけど日頃の毎日のスキンケア、特に日焼け止めを塗る、そして保湿をしっかりする、でビタミン C とかビタミン A とかそういったちゃんと美容成分入れるっていう日頃のスキンケアあっての美容医療なので、それを両輪でしっかり回しているから今これを保っている状態です。でただ今、本当にメスを入れる気はまだ全然やってないんですけども、これからでもそれでもゆっくりですけど絶対人間年を取っていくので、今後ももし今やってることでちょっと歯止めが効かないなと思ったらいろいろな施術はしていきたいし、もしそれをした時には、皆さんにお話ししていきたいかなとは思っています。いかがでしたか？今日はねちょっと私の秘密っていうか、内側暴露みたいな感じになっちゃいましたけど、こんな風にねやっぱりこうやってることもちゃんと言わなきゃなと思ったので、今日はなんかちょっといつもとは違う動画になっちゃいましたけど、そんなこともたまにはいいかなと思っております。でこんな感じで、美容や健康についてね聞かれたことだったりはしっかりと答えますし、分かりやすく説明してますので、よかったらチャンネル登録お願いします。で定期的に今ねこれは2020年の今日は7月の段階で Now でやってることとやりたいことで、もしかしたらそれが3ヶ月後とか半年後とかには変わっているかもしれないので、変わったらまたご報告しようと思います。では皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。